こんにちは、ナビゲーターのかおるです。今回は池袋の昭和史をクローズアップしてお届けしたいと思います。池袋は新宿、渋谷と並ぶ三大副都心の一つで、池袋駅は4社8路線からなる巨大ターミナル駅です。東口と西口には大規模な繁華街が広がり、百貨店や専門店、飲食店などが点在しているのが特徴です。一方で北口、そして東口サンシャイン通りの裏手や明治通りの北側には歓楽街が広がります。駅周辺は終戦直後に闇市が発展したり、西武百貨店の開店をきっかけに商業施設が乱立して熾烈な競争が行われました。戦後復興から高度成長期の激動に合わせるかのように、その街の姿を変貌させ続けてきました。また、いくつもの名画座や小劇場が文化の発展に貢献したり、北口の風俗エリアや再開発により立ち退きを迫られた飲み屋街など、ディープなスポットもたくさんあります。そんな池袋という街が戦後からどのように発展してきたのかを一緒に紐解いていきましょう。終戦後の1946年、昭和21年頃から池袋駅の東口と西口は共にマーケットと呼ばれる闇市が形成されました。食料配給制度が事実上崩壊し、人々は生きるために統制価格よりもずっと高価な闇物資を求めて集まり、非常に賑わいました。しかし、戦後復興が続く昭和24年頃からマーケットの閉鎖と取り壊しが始まります。東口の闇市が閉鎖されたのは1952年でした。戦後の復興と高度経済成長の波の中、1958年に池袋は副都心に指定されます。高度成長期、1962年昭和37年の西口闇市の様子です。背後には大型建築物建造のための足場が確認できます。同年、都心に最後まで残った池袋の闇市はすべて取り壊され、姿を消しました。そんな池袋では戦前の1940年、昭和15年に東口にとあるデパートが誕生していました。武蔵野デパート、現在の西武百貨店です。空襲により一度消失してしまいますが、戦後テントを張って再出発し、1949年に武蔵野鉄道が西武鉄道へ改称するタイミングで西武百貨店に改称されました。当時の西武百貨店は木造モルタルの2階建てでしたが、その後は増改築を繰り返して大きくなっていきます。こちらは1950年代の西武百貨店です。1964年、昭和39年の西武池袋の屋上遊園地の様子です。昭和期の屋上遊園地は子どもたちにとって最高の遊び場でした。1961年、昭和36年の池袋駅東口です。昭和20年代後半から昭和30年代にかけて、三越や東武百貨店、現在のパルコの前身になった東京丸物なども続々とオープンし、デパートの競争の火蓋が切って落とされました。同じく昭和30年代後半の池袋駅東口です。左側には西武百貨店、バスターミナルを挟んだ反対側には三越の姿が見えます。1962年、昭和37年のオープン間近の東武百貨店です。百貨店の壁面に、東武百貨店11月11日オープン、あと1日の文字が見えますね。同じ年に橋幸夫と吉永小百合のいつでも夢をが大ヒットしています。東武百貨店の昭和のチラシです。昭和40年代のものですが、紳士靴下45円、メッシュ夕首半袖シャツ130円などの金額に時代を感じます。1969年、昭和44年の池袋東口駅前です。写真上部に安田信託銀行の看板が見えます。安田信託銀行は現在はみずほ信託銀行になって営業を続けています。1974年、昭和49年の池袋駅西口です。写真左側の並びのビルの中央付近にクレジットの丸いの文字が見えます。また、その奥には法輪堂書店という書店がありました。法輪堂書店の袖看板が確認できます。この法輪堂書店池袋店は2003年に閉店しています。昭和50年代後半の池袋東口です。右にはパルコ、その左が西武百貨店です。写真左手には竹藤の看板も見えますね。
池袋駅東口には百貨店以外にも注目しておきたい店舗があります。その一つがビッグカメラです。ビッグカメラの前身となる株式会社高崎 DP センターは1968年、昭和43年に群馬県高崎市で創業し、1978年に都内1号店として池袋に進出。ビッグカメラと名称を変更しました。写真の店舗は後の池袋北口店であり、現在は閉店しています。オープン当初はテナントとしてビルの1、2階を借りていただけの店舗でした。同じビルの地下には成人映画館が、隣のビルには関東有数の暴力団の本部があったそうです。そんな状況でもビッグカメラは池袋にこだわり続けて、次々と池袋に店舗をオープンさせました。また、池袋駅西口には東京芸術劇場もあります。1985年、昭和60年に日本を代表する多くの建築設計を手掛けた芦原建築設計研究所に基本設計が委託され、1987年に着工し、1990年にオープンしました。東京芸術劇場が建つ前は、この場所は広大な空き地でした。昭和26年に廃校になった東京学芸大学東京第二師範学校の敷地の一部を引き継ぎました。1970年、昭和45年に池袋西口公園となりました。打ち捨てられた公園という感じの場所だったと言われています。その後、池袋駅西口一帯の再開発に伴い、公園も再整備され、1990年、平成2年に東京芸術劇場が竣工しました。池袋西口公園も再整備され、この公園を舞台に石田イラは池袋ウエストゲートパークを描きました。2000年には工藤官九郎脚本、永瀬智也主演でドラマ化されます。工藤館にとっては連続ドラマデビュー作であり、窪塚洋介、加藤愛、坂口憲二など、その後人気急上昇となる多くの役者を世に送り出す、文字通り伝説のドラマとなりました。池袋には昭和から残っている店舗が数多くあります。例えば、鉄腕アトムやブラックジャックで有名な漫画家の手塚治虫が通ったと言われる東口駅前のレストランホワイトベアー。昭和27年頃に開店したこの店はグラタンが有名で、現在は西武百貨店のデパ地下で営業を続けています。また、東池袋のラーメンの名店、大正軒は、ラーメンの神様の異名を取る山岸和夫が初代を務め、世のラーメンマニアを熱狂させました。つけ麺はこの山岸和夫が考案したと言われています。昭和の池袋で生まれて全国に広まり、一般的な食文化として根付きました。さらに缶入りドロップスで有名な佐久間製菓も本社は池袋にあります。ジブリ映画ホタルの墓で登場したシーンを覚えている人が多いでしょう。実に110年以上愛されてきた歴史があり、缶の中から何味のドロップスが出てくるか、昭和の子供たちはワクワクしたものです。昭和の池袋の風景として名画座や劇場を覚えている人も多いでしょう。ここからは池袋の文化の発展に貢献し、昭和に栄えた名画座と劇場を見ていきます。最初に紹介するのは東京最古と言われる小劇場のシアターグリーンです。シアターグリーンの前身、池袋アートシアターを昭和43年に作ったのは、実はお寺の住職でした。日蓮宗善行寺の敷地内にあるアパートの1階に池袋アートシアターは開設されました。2005年には全館建て替えとなり、現在では3つの劇場を備えたシアターコンプレックスになっています。ちなみに周辺地域が発展することを願う地元の要望を受けて、同じく2005年に劇場の前の道にシアターグリーン通りという名前が付けられました。続いては戦後間もない池袋に生まれ、復興への希望となった映画館、人生座です。人生座は作家三角寛により1948年、昭和23年に開業しました。純日本風の木造建築で、戦前からのフランス映画や古い名画を上映していたと言われています。この人生座ができたのをきっかけに、池袋には名画座が増えていきました。続いてはロサ会館です。1968年、昭和43年に池袋駅西口に完成したアミューズメントとレジャーの総合施設ですが、前身は1946年に創業したシネマロサでした。
今もロサ会館内でシネマロサ1、2として営業を続けています。ただし1997年からはロードショー専門館に路線変更しました。ボーリング場やゲームセンターもあり、多くの若者たちを集めました。ちなみに1972年からロサ会館の2階で営業している居酒屋のおでん山は、季節を問わずおでんが美味しい店として知られています。1951年、昭和26年には池袋演芸場が開場しました。当時の池袋演芸場は板間に5座の客席で高座も低く、客と噺家の距離が非常に近かったと言われています。写真は昭和62年5月の池袋演芸場のパンフレットです。興行の一番最後に出る主任に林家木久蔵の名前が記載されているのがわかります。池袋演芸場は平成2年に改築のため休業し、平成5年には完成して再開場しました。続いて1956年、昭和31年には文芸座が創業しています。文芸座は先ほど登場した人生座の創業者三角寛が他の名画座の経営が好調だったこともあり、新しく開館した名画座です。凝った企画で名画を上映し、名画座としての地位を確立しましたが、建物の老朽化によって1997年に一度閉館します。その後2000年に新文芸座となって再スタートしました。低料金の2本立て、昔ながらの映写機も現役で稼働する名画座として現在も営業しています。さて、ここからは池袋のディープなスポット、北口の風俗エリアを見ていきましょう。池袋北口に広がる風俗エリアは、戦後の闇市及び労働者たちの簡易宿泊所の一部が業態変換で連れ込み宿になり、風俗街へと発展した経緯があります。闇市では闇物資を購入するだけでなく、飲食店も多く並んでいました。この飲食店の中には一般的な食事ができるだけでなく、店の奥や2階で女性から特別な接待を受けるものもありました。池袋の風俗エリアを簡単にまとめた地図を見てみましょう。青く塗られた部分が飲み屋と風俗街、赤く塗られた部分はラブホテルが集まっているところです。池袋駅周辺には広範囲にわたって風俗エリアが広がっているのがわかります。昭和の池袋には一般的な店舗型の風俗店が多かったのですが、外商が多かったのも特徴です。現在の池袋駅には東口から西口につながる地下道があります。大正14年建設、雑司ヶ谷隧道と呼ばれ、1986年、昭和61年の改修時にウィロードの愛称が付けられました。改修前のこの地下道にも外商が現れ客引きをしていたそうです。時代は下って平成初期には外国人の外商が現れます。池袋に点在するホテルの周辺では、夕方になると東洋系や南米系の女性が街角に立つようになりました。しかし外商行為は非合法であり、1990年代を通じて徐々に少なくなっていきました。ここからは昭和から残る池袋の商店街を見ていきましょう。池袋駅周辺には池袋西一番街やロマンス通りなどの商店街が広がっています。写真は1954年、昭和29年の池袋駅の駅前西口商店街です。戦後の闇市が発展して商店街となっています。昭和30年代後半頃までは写真のような雰囲気が残っていたそうです。池袋の西口に残っている古い商店街といえば、地下街に1969年に開業した東武ホープセンターがあります。正式名称は池袋西口地下街で、東京メトロ副都心線開業に伴って内装を一新しました。写真は1969年の開店当時の池袋西口駅前です。ビルの懸垂幕に4月2日オープン、池袋西口東武ホープセンターの文字が見えますね。こちらは東武ホープセンターの開店時のチラシです。有名歌手、女優、テレビタレント、漫画家、有名一流どころがご挨拶と大きく記載されています。チラシの下方には、エーゲ海のテーマ、魅せられてで有名な歌手のジュディ・ヨングと演歌歌手の千正夫の名前が記載されています。こちらは開店当時の催し物で、1967年にデビューしたグループサウンズのザ・ジャガーズが登場しています。
東部ホープセンターの開店は1969年なので、ジャガーズはデビュー2年目でこのイベントに参加したことがわかります。池袋の東口に視点を移すと、池袋最大の繁華街を貫通するサンシャイン60通りがあります。池袋駅とサンシャインシティを結ぶ動線を形成するこの通りは、キャッチセールスが非常に多く、池袋駅前や通りの付近では注意喚起の放送が頻繁に流れているのも特徴です。こちらは1973年、昭和48年、サンシャインシティの建設予定地の写真です。ここにはそれまで東京拘置所がありました。その東京拘置所の小菅移転をきっかけに西武グループを主導に開発が進められたのです。最初にオープンしたのが1978年に竣工したサンシャイン60。オフィスと展望台を備えた高さ 239.7 メートルの高層ビルで、当時は東洋一の高さを誇っていました。写真はサンシャイン60の展望台へ登るエレベーターに向かって長蛇の列ができている様子です。多くの人がエレベーターに並んでいる様子がわかります。こちらは1979年のサンシャイン60通りの入り口です。写真左の下方のコーヒー専門店マイアミの看板に台東インベーダーゲームの看板が見えます。ゲーム会社台東のインベーダーゲームといえば、日本のアーケードゲーム史上最大のヒット作、スペースインベーダーが有名です。サンシャイン60と同じく昭和53年に登場し、当時は多くの喫茶店に置かれていました。こちらは1980年代のサンシャイン60通りです。写真の左上部にはミスタードーナツの看板が見えますね。この店舗は現在は一筋北にあるサンシャイン通りに移転しています。こちらも同じ年代のサンシャイン60通りです。写真のやや左中央にハンズメッセ87の文字が見えるので、1987年のものだとわかります。その隣にはジョイシネマ2と池袋東宝の看板も見えます。ここは現在では池袋ヒューマックスシネマズやブックオフのビルになっています。この動画最後のセクションになります。池袋駅東口の4つの飲み屋街について紹介します。池袋には神西横丁、光町通り、栄町通り、三国小路という4つの飲み屋街がありました。昭和20年代の後半になると経済復興が進み、物資の流通は活発になります。池袋の多くの闇市は土地の区画整理事業などで撤去を余儀なくされていきます。闇市で商売をしていた商店主たちは他の地域に移転しますが、その一部が東池袋1丁目に流れてきて、神西横丁、光町通り、栄町通り、三国小路の4つの飲み屋街を形成しました。その中の一つの神西横丁は、グリーン大通り北東側の豊島ヶ丘女子学園の近隣にありました。闇市の廃止以降、昭和25年に約100軒が集まって形成されたと言われています。治安の悪いエリアとのイメージを持つ人も少なくなかったようで、客足は遠のきます。バブル期には周囲にオフィスビルが立ち並び、日差しが遮られ、暗く裏寂しいイメージが定着しました。そして2008年には再開発のために取り壊されてしまいました。跡地は日生池袋ビルの敷地の一部になっていて、神西横丁の碑が立っています。光町通りもすでに取り壊され、今はありません。神西横丁と同じく2008年に更地になり、一時はラーメン名作座というラーメンパークになりましたが、こちらも現在ではなくなっています。今でも残っているのは栄町通りと三国小路だけです。栄町通りはサンシャイン60通りから一歩外れたところにある L 字型の通りです。今でも静かな飲み屋が並んでいます。三国小路もサンシャイン60通りから少し入ったところにあります。バスへの空気感が漂っており、今でも昭和の雰囲気を感じられる場所です。ちなみに三国小路と今は亡き神西横丁は昭和のムード歌謡の歌手青江三奈がヒットさせた昭和44年発表の曲池袋の夜にも登場しています。池袋の街の路地でひっそりと泣いている切ない女心を歌って日本中の心をつかんで青江三奈の大ヒット曲になりました。さて、今回の池袋の動画いかがだったでしょうか。池袋駅は西武鉄道、東武鉄道のターミナル駅であり、
駅直結の百貨店が誕生することで、その発展は加速していきました。近代的なオフィス群と路地裏に残る昭和の風景が混ざり合う街、今昔の歴史が交差する街となっています。池袋は駅利用者の行動が駅だけにとどまって周辺にまで向かないということから駅袋と呼ぶ人もいます。その一方で現在は駅周辺では再開発が進められており、とりわけ池袋駅東口エリアを中心に複数の再開発事業が進行中です。これから池袋がどのように変わっていくのか、その発展の様子を今後も注目していきたいと思います。この動画が良かったなと思われましたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。Twitter では制作裏話を時々つぶやいていますので、ぜひフォローをお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。